1955年に誕生した世界初の GMT ウォッチ。これはどう考えても歴史的にすごいと言えると思います。個人的に今回お話してこなかったところで人気を加速させた理由があるなと思っていることがありまして、それは、時計通信編集長の須川です。今回は、ロレックスの GMT マスターについて、なぜ人気があるのかという理由をお話したいと思います。このチャンネルでは、時計やファッションについて紹介しています。ぜひ、高評価、チャンネル登録、あとはコメントがありましたら、ぜひともよろしくお願いします。あと、こちらの内容はブログでもご紹介をしておりますので、そちらもぜひご覧ください。それでは、始めていきます。はい、まずは、今回紹介をする GMT マスターについて簡単に、説明をしていきます。GMT マスター、登場するのは、1955年ということになりますが、この時 GMT 機能を搭載して登場しまして、こちらが世界初の GMT ウォッチということになっています。当時の時代背景で言いますと、1950年代というのは、ちょうど第二次世界大戦の後の時代になっていまして、ちょうど大陸間飛行が発展した時期に当たりまして、この時代にパンアメリカン航空からの依頼で大陸間飛行で2つの地域の時間がわかる時計が欲しいという依頼で誕生したのがこの GMT マスターという時計になっています。ちなみに1953年にサブマリーナ、そしてエクスプローラーが誕生しておりますので、そこが成功したのを受けて、このパンアメリカン航空からGMT マスターの開発依頼があったという流れがありますので、今かなり有名になっているこの3モデルはほぼ同じような時期に登場しているということになっています。これで海のサブマリーナ、陸のエクスプローラー、そして空の GMT マスターというこの3つが揃ったことになっています。その後、1982年に GMT マスター2というモデルが登場します。それまで GMT マスター1は2つの地域の時間がわかるっていうことだったんですけども、GMT マスター2になると、第3時間帯までわかるモデルとして登場しました。で、この GMT マスター2というのは、1と2をしばらく同時に発売していた時期があったんですけども、その後 GMT マスター1の方が、生産終了になりまして、今は GMT マスター2だけが残っているということになります。今回は私が GMT マスターとお話しするのは、GMT マスター1も2もちょっと両方とも含んでいるというところだけご了承ください。はい。では、ここからが本題です。今回は、GMT マスターが人気である理由をお話していきたいんですけれども、私はこの GMT マスターが人気の理由というのが、3つあると思っています。まず1つ目ですけども、GMT マスターは名作だから人気があると思っています。この名作だから人気というのは、名作の中から選びたいという、今ニーズがあるので、名作になると、人気になりやすいという今状況があります。ではですね、名作かどうかという話をさせていただくと、以前の動画でもお話したように、私名作かどうかは、3つの観点で見ていまして、まず1つ目は、歴史的にすごいかどうか。という点で見ています。歴史的にすごいモデルだと、やはり皆さんから尊敬を集めるモデルになるので、名作になりやすいというのがありますし、そして2つ目としては、デザインが分かりやすいかどうかという点で見ています。で、デザインが分かりやすいと、やはりパッと見てどのモデルだっていうのが識別できますので、認知度の高さにつながりますので、デザインが分かりやすいというのも大事だと思っています。そして、3つ目としては、長く有名であるかどうかというのも大事だと思っています。長く有名であると、その分知名度が高くなっていますので、長く有名かどうかという点でも、名作かどうかを判断しています。では、この GMT マスターが名作である条件に当てはまっているかどうかという点で見ますと、まず一つ目の歴史的にすごいかどうかという点で見ますと、やはりこの GMT マスターというのは、1955年に誕生した世界初の GMT ウォッチ。世界初というものを持っていますので、これはどう考えても歴史的にすごいと言えると思います。そして2つ目のデザインが分かりやすいかどうかについては、やはりGMT マスターといえば、一番メジャーなタイプというのは、ベゼルが赤と青のタイプ。で、そこで回転ベゼルがついていてっていうデザインをしていますので、パッと見で GMT マスターと分かる見た目をしてますので、デザインが非常に分かりやすいと思いますので、デザインが分かりやすい点という点では満たしていると思います。そして、3つ目の長く有名であるかという点につきましても、GMT マスターはそもそも誕生が1955年ということなので、かなり以前から登場しているので、長い歴史は持っていると言えます。そして、この長い歴史の中で、有名かっていう話をしていくと、例えば1964年の映画、007、ゴールドフィンガー、劇中でも主人公が使っていたりしますので、日本の場合だと、太陽に吠えろで石原裕次郎さんが使っていたりと、そういったメディアでも登場する、しかも長く続いているっていうことから考えても、長く有名であると言っていいと思います。ということで、GMT マスターはこの名作になる3つの要素をしっかりと満たしています。だからこそ、
私としても名作だと思っています。そしてこの名作だからこそ、この今人気が集まるという状況がありますので、GMT マスターは人気を集めていると言えます。はい、そして、人気の理由の2つ目としては、GMT マスターは確立されたデザインがベースになっているから人気になっているのだと考えています。これはどういうことかと言いますと、先ほど少しGMT マスターの歴史のところでお話ししましたけども、GMT マスターはもともとサブマリーナの成功を受けた後にパンアメリカン航空に依頼されて誕生したという経緯があります。この GMT マスターは回転ベゼルを使ってこの時差を表すことができるという機能なんですけども、この回転ベゼルはサブマリーナにもありました。このサブマリーナで成功したデザイン、そこにさらにプラスアルファで GMT マスターの個性もプラスアルファで付けたデザインになっていますので、このデザインが成功したのは必然なのかなというふうに思っています。2000年代半ばぐらいまでは、サブマリーナと GMT マスターって割と近い金額で販売されていたことがありまして、で、その当時私売り場に立っていたことがあるんですけども、お客様の中にはサブマリーナを買おうか、GMT マスターを買おうか、迷われて、悩まれているっていう方って割といらっしゃいましたので、で、GMT マスターを選ばれる方は、サブマリーナとはちょっと違った、針が1本多いですとか、そういった個性があるっていうところを買って購入するっていう方もいらっしゃいましたので、この GMT マスターにとって、このサブマリーナに近いデザインであるっていうことは、非常にメリットにはなってきているのかなと思いましたので、そこが魅力の一つになっているんだと思いました。はい。そして、人気の理由の3つ目としましては、GMT マスターが色で見せる時計だからという点が挙げられます。これはまずGMT マスターを見ていただきたいんですけども、こちらの GMT マスター2なんですけども、ベゼルの色が赤と青で配色されています。こちらの GMT マスター2は黒と青で配色されています。で、このようにGMT マスターはこのベゼルに赤とか青とか有彩色を入れると。で、この有彩色というのは主張が強い色になってきますので、個性的な色が入るというのが特徴になっています。それで今のこの時計業界のニーズ、需要で言うと、人気モデルにこういった主張ができる有彩色を配色するっていうのが非常に今需要が高い、人気があるような状況になっていますので、GMT マスターのこの個性的な配色、今のニーズの個性的な配色があった方がいいというものが合致していまして、まさに今 GMT マスターの人気がかなり高まっています。例えば2000年代半ばぐらいまでは黒いサブマリーナとこの青赤の GMT マスターというのは、この頃はですね、だいたい金額がですね、数万円ぐらいの差で、ほとんど同じぐらいの金額でしたというのがあるんですけど、現在どうなっているかっていうのを見てみますと、100万円以上の金額差がありますので、この金額差の変化を考えても、今こういった、個性的な有彩色の配色がある時計が非常に人気になっているというのがわかります。ちなみにですね、これはGMT マスター以外でも起こっている現象でして、例えばサブマリーナも黒いサブマリーナとこの緑の配色があるサブマリーナでは、この緑の配色の方が高くなっていますし、あとオイスターパーペチュアルも通常の文字盤と色の強い有彩色の文字盤では有彩色の文字盤の方が高くなっていますので、やはりこういった個性的な有彩色の方が人気が高いというのは他のモデルを見てもわかることです。ここからは、私が個人的に、GMT マスターの中で魅力に感じている点をお話したいと思います。では、私がこの GMT マスターが魅力だなと感じている一つ目としては、このベゼルのこの配色のことではあるんですけども、このベゼルが上側と下側で色が違います。この色が違うっていうこと自体が、昼、夜を、昼夜を表しているっていうことが、これがですね、単純に色がデザインじゃなくてこの機能になっているというのが、非常にすごいなと思っていまして、2色を機能的に使い分けているっていう、この発明、ここに私は感心しています。はい。そして私が魅力に思っている、もう一つの点としては、時刻合わせが楽だということがあります。実際GMT マスターは、特に GMT マスター2は操作方法が一般の時計とは違いまして、リューズ操作が少し異なっている点が非常にいいと思っています。例えば時刻合わせをするとき、普通の時計であれば、時間合わせをするときにまず午前午後というのを気にするんですけど、午前か午後かっていうのを判断するのは、リューズを2段まで、リューズを引っ張って、時間をどんどん進めてみて、夜の12時になると日付がガチャッと変わるので、その日付が変わる12時を探して夜だというふうに判断した後に時刻合わせをしますというのが一般の時間合わせなんですけども、GMT マスターに関しては、24時間で一周する GMT 針というのがついていますので、この GMT 針を見れば、今の時間が、夜か朝かというのが分かりますので、
最低限の操作で時間合わせをすることができます。さらに、時間合わせの時もですね、リューズを一段引っ張って回すと、単身だけが単独で動きますので、日付まで厳密に気にしないということであれば、単身だけパパッと回してしまえば、素早く時間を変えることができますので、やはりこういったリューズ操作のところ、あと GMT 針のところで考えると、時刻合わせが一般の時計よりもずっと楽だと思いますので、この点も魅力だなと思っています。当店では GMT マスターもたくさんの種類を取り扱っておりまして、例えば GMT マスターはそもそも1も2もありますし、ペプシと呼ばれる赤と青のもの、あとコークと呼ばれる赤と黒のものですとか、黒一色のものですとか、色もバリエーションがあって、実際に売り場で見ていただいて選んでいただけるという楽しみもあるかと思いますので、ぜひお取り寄せサービスであったり、売り場で直に見ていただいて、GMT マスターの魅力をぜひ楽しんでいただければと思います。個人的に、今回お話してこなかったところで一つ、人気を加速させた理由があるなと思っていることがありまして、GMT マスターって、その主張するその人気の色を一回やめたことがありまして、GMT マスターが型式変更をした2000年代半ば以降なんですけども、ベゼルをセラミックにしまして、そのタイミングで一旦ステンレスモデルのベゼルは黒色一色になりましたと。この時に、やはりこのファンの方々は、個性的な色って良かったみたいな熱がだんだん上がってきた風に見えていまして、やはりこの GMT マスターのセラミックベゼルのタイプになってから、ようやく赤と青ですとか、この主張色だという、有彩色だということで、カッとファンの方が飛びついたような印象がありましたので、やはりこの一旦やめて、再び出したと。で、この時に人気がぐわっと上がったっていう印象がありますので、ここからの人気がさらに加速した側面もあるんじゃないかなと思っています。この動画が気に入っていただけましたら、高評価、チャンネル登録、そしてコメントをお待ちしております。よろしくお願いいたします。